今日は半熟卵のポテトサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は半熟卵のポテトサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回は卵がたっぷり入った美味しいポテトサラダを作っていきたいと思います。材料はね、とてもシンプルなんですけれども、作り方にところどころポイントがあります。半熟卵を上手に作る方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにポテトサラダの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。卵、じゃがいも、きゅうり、ベーコン、玉ねぎ、そしてきゅうりの塩もみに使う塩、そしてベーコンを焼くときにオリーブオイルを使っていきます。具材はね、こんな感じなんですけれども、お好みでね、変えていただいても OK です。今回卵のポテトサラダということで、卵はたっぷり入れていきたいと思います。それでは続いて味付けに使う材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、牛乳、お醤油、お酢、お砂糖、有塩バター、塩コショウ、こちらの材料で味付けしたいと思います。今回ね、バターを加えるんですけれども、バターを加えることでコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。さらにですね、お醤油を少し加えることで味が締まったポテトサラダに仕上げることができます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずね、ゆで卵から作っていきます。お鍋にお水を張ってこちらを沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を入れてください。小さじ1/2ぐらいですね。こちら分量外です。そしたらちょっとね、クツクツを弱めて卵を入れます。そっと入れてください。このまま沸騰したお湯で7分30秒茹でていきます。はい、時間が経ったので火を止めます。そしたらね、氷水を用意して卵を取り出します。卵をですね、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。このまま10分から15分ほど冷やしておきます。それでは続いて具材を切っていきます。まずきゅうりです。きゅうりはヘタを切り落としてください。そして薄切りにしていきます。はい、OK です。そしたらきゅうりはボウルに入れます。そして塩を振ります。小さじ1/2ぐらいですね。そして塩もみしてください。はい、OK です。ではこのまま10分置いてきゅうりの水分を出したいと思います。はい、10分経ちました。10分経つとね、このようにきゅうりから水分が出てきます。そしたらね、一度ね、こちらさっと水洗いしていただいて、そして水分をしっかりと絞ります。ではまず水洗いします。はい、水洗いしました。そしたらきゅうりを取ってぎゅーっと絞ります。はい、このくらいしっかり絞ってください。はい、きゅうりの準備はこれで OK です。こちらは使うまで冷蔵庫に入れておきましょう。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎはまずヘタを切り落とします。そして薄切りにしていきます。はい、OK です。こちらの玉ねぎはですね、水にさらしておきます。はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。続いてベーコンです。ベーコンはまず1センチ幅に切っていきます。はい、そしたらこちらも1センチ幅に切ります。このような状態にしてください。はい、ベーコンはこれで OK です。それでは続いてじゃがいもの皮を剥いていきます。はい、OK です。このようにね、芽の部分も取り除いてください。では残りもね、皮を剥いて芽を取り除いていきます。じゃがいもの皮が剥けました。そうしましたらこちらのじゃがいもは一口大に切っていきます。ざっくりで OK です。はい、OK です。そしたらじゃがいもは水に5分ほど浸してアクを抜いてください。それではじゃがいものアク抜きをしている間にベーコンとあとは玉ねぎもね、今回は炒めていきたいと思います。それではまずね、フライパンにオリーブオイルです。そして火にかけます。まずね、30秒ほど温めましょう。オリーブオイルもね、全体に広げます。はい、で30秒ほど経ったらベーコンを加えてください。そして全体に広げます。
はい、そして焼き色をつけながら焼いていきます。なのであんまりね動かさずに焼いていきましょう。さらにねベーコンは結構油が跳ねてくるので油跳ねには注意してください。焼き色がついてきたら裏返してください。裏返したらこのタイミングで水を切った玉ねぎを加えます。そしてまずね上にかぶせます。このまま一旦ねベーコンに焼き色をつけましょう。はい、でベーコンにね焼き色がついたらこれをさっと混ぜます。玉ねぎにねベーコンの油を染み込ませていきます。はい、OK です。玉ねぎに半分ぐらい火が通れば OK です。こうすることで玉ねぎの辛みも抜けて、かつベーコンの旨味がギュッと入って美味しくなります。そうしましたらこちらはバットに開けておいてください。はい、5分経ちました。そしたら一度水を捨ててください。ここにですね、ふんわりラップをして、そしてこちらを電子レンジ 600W で5分から7分ほどじゃがいもが柔らかくなるまで加熱していきます。はい、じゃがいもの加熱が終わりました。今回私は 600W の電子レンジで7分加熱しました。こちらは電子レンジの種類によって適正な加熱時間が変わってきますので調整して作ってみてください。そしたら一度ね竹串で刺してこのようにねスーッと竹串が通れば OK です。もし硬い時はねプラスで加熱してください。そしたらですねここにバターを加えます。そしてあとねお砂糖も加えます。砂糖はね一番初めに入れないと味が入っていかないので先に入れてください。そしたらこれをマッシャーで潰していきます。マッシャーがない時はフォークで潰してください。潰し加減に関してなんですけれども、ゴロゴロっとした食感が好きな方は粗めに潰してください。潰し方はお好みです。はい、私はね今回このぐらい潰しました。そしたらねこの後具材とかあとは調味料を加えていくんですが、まだねじゃがいもが熱い状態でマヨネーズなどを加えてしまうとマヨネーズが分離してしまいますので、一度このまま粗熱を取って冷まします。冷ます時はね乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせて冷ましてください。それではじゃがいもを冷ましている間にゆで卵の殻を剥いていきます。まずこの卵のお尻の方ですね、丸い方にひびを入れます。そして一皮剥いてください。あとはもう親指の腹を使ってこの剥いたところをきっかけに卵を撫でるように剥いていきます。そうするとねこのように大きく殻が剥けてきます。つるんと剥けます。はい、こんな感じです。このように簡単に剥くことができます。では残りもね剥いていきます。はい、そしたらね卵はトッピング用とあとは中にね混ぜ込む用で分けていきます。まずね卵2つは中に混ぜ込んでいきます。そして1つはね切って最後トッピングでのせたいと思います。こちらのね中に入れ込むものは丸ごと入れて潰していくのでこれはこのまま取っておきます。トッピング用だけ切っていきます。まず半分に切ってこのぐらいの半熟具合に仕上がってます。そしてまた半分に切ります。半分に切って最後半分に切ります。この切ったものはね最後トッピングで使っていきます。卵の準備はこれで OK です。はい、じゃがいもが冷めました。それではね今から材料を全て混ぜていきます。まず卵ですね、こちら丸ごと2つ入れてこれをマッシャーで潰していきます。そしてじゃがいもと混ぜましょう。そうするとねちょっとゴロゴロっとした食感も楽しめます。はい、このようにしっかりとじゃがいもと混ぜてください。そしたら続いて玉ねぎとベーコンを入れます。そして混ぜましょう。そしてじゃがいもにベーコンの油もね染み込ませていきます。はい、そして続いてきゅうりです。そして混ぜましょう。ベーコンと玉ねぎときゅうりはね一緒に入れちゃっても OK です。はい、具材はこれで OK です。あとはね味付けしていきます。まず牛乳、そしてお酢、あとはお醤油、そしてマヨネーズです。これを和えましょう。はい、 OK です。マヨネーズの量はねお好みで調整してみてください。そして最後ね味見をして塩コショウで味を整えます。はい、これで OK です。ではねお皿に盛ってこちらのゆで卵をトッピングしたいと思います。はい、これで半熟卵のポテトサラダの完成です。こんな感じで最後卵をトッピングしました。そして最後黒胡椒もかけてます。こちらはお好みで OK です。卵がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。
これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。このトッピングでのせた半熟卵がすっごく合いますね。玉ねぎの辛みもなくて、きゅうりもすごくシャキシャキです。じゃがいもにね、卵をたっぷり混ぜたので、じゃがいも自体もコクがアップしてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の半熟卵ポテトサラダのポイントです。まず半熟卵なんですが、今回は冷蔵庫からすぐ出しの卵を沸騰したお湯で7分30秒茹でました。そうすると程よい半熟加減に仕上がります。今回私は M サイズの卵を使ってるんですが、もし L サイズを使う場合はプラス30秒ほど加熱していただくといいかなと思います。そして茹で上がった卵なんですが、茹で上がった後はすぐ氷水で冷やすようにしてください。そうすることでつるんと殻がむきやすくなります。そして具材についてのポイントです。今回はベーコンを炒めて、その後玉ねぎをさっと炒めました。そうすることで玉ねぎがね、ベーコンの油を吸ってとても美味しい仕上がりになります。玉ねぎはですね、ほんと軽く炒めたぐらいなので食感を残すことができて、かつ辛みを取ることができます。そしてじゃがいもについてです。じゃがいもはですね、5分ほど水に浸してアク抜きをして、その後電子レンジでじゃがいもが柔らかくなるまで加熱してください。加熱した後はですね、バターとお砂糖を加えて軽く下味をつけて、その後しっかりと冷ましてからマヨネーズと具材と合わせるようにしてください。温かいうちにマヨネーズを入れてしまうとマヨネーズが分離してしまいますので、必ず冷まして入れるようにしてください。あと最後はですね、味見をしてお好みで味を調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は半熟卵のポテトサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。